こんにちは。車屋の親父です。今日は私のドリ車86ドリフトデビュー前にまずはメンテナンスの基本のキーオイル交換からやっていこうと思います。今回ネットで気になるオイルを見つけたので買ってみました。ロイヤルパープル HPS ハイパフォーマンスストリートモーターオイル。86の場合、通常オイル粘度 0W20 が推奨のようなんですが、今回は 5W30 を買ってみました。後ほどご紹介しますが、このオイル何がすごいって紫色なんです。それでは交換していきましょう。86のオイル交換は非常にやりやすいです。アンダーカバー等を外すこともなく、この金属のプレートの切れ目からオイルパンのドレンが見えています。それでは抜いていきます。よはい、オイルが抜けてきました。今のは失敗パターンです。ドレンボルトを抜くときにうまく抜かないと、今のように手にかかったり外に跳ねてしまったりしてしまいます。抜けてくるオイルの色ですが、このように空中で見ると黒いですが、細い筋になってくると比較的まだ汚れが少ない状態かなと思います。前回の交換からステッカーの情報によると3000キロぐらいの走行のようです。ただ交換時期が1年前だったので、今回は思い切って交換することにしました。抜けたオイルはこのような感じですね。当社ではこのように廃油受けから空のペール缶に廃油を集めていく方式をとっていますが、油断するとこのように缶がいっぱいになり溢れてしまう大惨事が起きてしまいます。今まさにその状態です。同じ方式でのオイル交換をお考えの方、くれぐれもご注意ください。当社では年に数回これが起きています。はい、それではエンジンオイルを下から抜き終わったので、オイルフィルター、オイルエレメント、こちらを外していきます。86の場合はエンジンルームの中、上についています。フィラーキャップの真横にありますんで、緩めたままで油断すると今のようになってしまいます。エレメントの外し方自体は特に他のものと変わりなく、ねじ込んであるものを緩めるだけです。はい、外した内部がこのようになっています。はい、中もきれいに掃除が終わったので、これから新しいエレメントをつけていきます。このゴムパッキンの部分に油を、新しいエンジンオイルですね、つけて、ゴムがよじれないように潤滑をさせてから
装着していきます。今回使っているエレメントは社外品で安かったものを3つまとめて買ってみました。はい、このようにねじ込んで完了です。取り付けの際は工具を使ってぎゅうぎゅうに締め込むというよりは、手で目いっぱいぐらいのところまでで大丈夫です。これからついにロイヤルパープル、紫色のオイルの登場です。はい、それではオイルを入れていきます。すごい色ですね。もしかすると画面越しに見ると紫ではなく俳優みたいな色に見えるかもしれませんが、正真正銘新品のオイルです。下の上後はオレンジ色なんでちょっと分かりにくいですけど、肉眼で見ると真紫です。はい、1本注入終わりました。1本あたり 946ml。 この車がエレメント交換の時はオイル量 5.4 リッターですので、6本でちょこっと残すぐらい。今回は5本半入れて1回オイル量を確認してみようと思います。はい、2本目が終わりました。続けてどんどんいきます。この車は比較的オイルの入りがいいですが、車種によってはあまり勢いよくやると溢れてきてしまうものもあるので、状況を見ながらスピードを調整してください。はい、3本目が終わりました。4本目。はい、5本目ですね。いよいよ最後の1本、量を調整しながら入れていきます。はい、半分ぐらい入れました。ここで1回冷感の状態でレベルゲージのオイル量を見てみようと思います。1回拭き取り、再度抜き出して量の確認をします。もう十分のようですね。むしろ気持ち多かったかもしれません。
オイルエレメントまでオイルが回るように一旦エンジンをかけて、しばらく経ってから再度オイル量を計測してみます。まだ走らせていないので何とも言えませんが、少なくとも新品のオイルということがあり、エンジン音は少し静かになった気がしなくもないです。いろいろな書き込みを見ているとかなり評価の高いオイルなので、今後走らせていく上でどれぐらい違うのかは非常に楽しみなところです。しばらくアイドリングをしたのでオイルが回ったと思います。もう一度オイル量を確認してみます。ちょうど真ん中ぐらいですね。もう少し足しておいた方がいいかもしれません。微量だけ調整をして終了にします。はい、それではオイル交換が終わり、エンジンも温まって広めの通りに出てきたので、フィーリングを確かめてみようと思います。まずエンジンが温まった段階からアイドリング時の音が少し静かになったような気がしてます。アクセルを踏んだフィーリングも軽くなってるような気がしなくもないです。いや、多分軽くなってます。60キロ制限の一般道なのであまり回転を上げることはできませんが、スムーズな気はします。ただこれはいわゆるなんとか効果ってやつかもしれません。昨日オイル交換の前段階で友人が首都高を運転したので、その友人にオイル交換後のこの車を運転してもらってフィーリングを聞くと、私の思い込みなのかそうじゃないのか、その辺がはっきりするんじゃないかなと思います。はい、オイル交換が終わって、車屋の親父の友達の元車屋の親父のインプレッションを聞いてみようと思います。交換した感じどうでしょう？はい、はじめまして。車屋の親父さんとは腐れ縁の元車屋の親父です。とりあえず今ちょっとエンジン回してみますので、こうもうだいぶエンジン軽く回るような感じになってますね。以前よりだいぶエンジンが軽く回る、高回転で軽く回るようなイメージですね。なんていうんですかね、引っかかりがないというか、スムーズに滑らかに回るというようなイメージで、音の方もだいぶ変わりましたよね。変わってると思います。だいぶなんていうんですかね、ガラガラ音が減ったというか、なんて言ったらいいのかな、機械がちゃんと回ってるというか、なんていうんですかね、軽やかで滑らかですかまあそんな感じで綺麗に当たりがついてるようなイメージで回ってます。まあ今変えたばっかりなのでまだ馴染んでないので、これからどうなるか分かりませんけど、ひとまず変えた一発目のインプレッションということで、私がインプレをさせていただきました。はい、ありがとうございます。この人 YouTube もやってない素人なんですが、ペラペラよく喋りますね初めて動画出演です。
画像の世界にデビューしたそうです。インプレッションは以上です。今回もご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録、ぜひお願いします。コメントもお待ちしてます。では。